こんなコンパクトなのに性能はね、中身はねとんでもないんですよ。これアルファミニのダイレクトドライブですね。これですよ。もうこの速さがあってぶれないこのクイックリリース、すごく優秀です。これね、ちょこれ推奨設定、本当にちょっと待って、はい。どうもガヤファクトリートルト桃です。ついにですね、先進的なダイレクトドライブハンコンが日本上陸です。今めちゃめちゃ世界で注目されてるメーカーなんですよ。はい、シマジックアルファミニですね。こんなコンパクトなのに性能はね、中身はねとんでもないんですよ。これ徹底的に解説っていうことなんですが、トラックレーサーのコックピットをプレゼントしたんですけど、第2弾も待ち構えていると、詳細はどんな。もうね、視聴者さん気づいてると思いますけど、今回はこのシマジック、アルファミニのダイレクトドライブですね。これですよ。もうこのハンコンユニットのみになるんですけど、お年玉企画っていう形にさせてもらいましょうか。もうね、もうダイレクトドライブなんでいらないっていう人 いないと思うんですよね。はい、シミュレーターやってるね、その PC ゲーマーの方だったら、いらないっていう人はいないよね、確実に。絶対いいよね。もうシマジックアルファミニですね、プレゼント企画ということで、詳細は動画後半でお伝えしますんで、ちょっとそれまで説明いたしますんで、ちょっと見ていきましょう。はい。そんなプレゼント企画ね、タイミングでやっていきますんで、お見逃しのないように YouTube、チャンネル登録、あと Twitter ですね。Twitter でも、情報公開してますんで、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。もちろん高評価もお願いしますね。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そんなシマジックアルファミニ、徹底解説していくんですが、最近ね、ダイレクトドライブハンコン選ぶ人増えてきましたね。多くなりましたね。うちが一番勧めてるのがベルトドライブの T300RS ですね。で、これの次のステップってなると、いきなり飛んでダイレクトドライブになっちゃうんですよね。ただ金額が倍以上してたものが、ファナテックさんが10万切るのを出してきたことによって、今年の上半期はね、ダイレクトドライブがちょっと当たり前というか、次のステップでダイレクトドライブが手に入れられやすくなったっていうことで、これ世界中でもすごい湧いてるんですよ。はい。次買うならダイレクトドライブっていう頭になってるユーザーがすごい多くなったのが現状なんですよね。はいはいはい。私たちの結構オンボード動画とか、峠とか、首都高ですね、結構見てくださる人、たくさんいらっしゃるんで、ハンドルの動きとかベルトとかギアとかの人って絶対違うと思うんですよ、見てれば。そうですね。なんで突き詰めていくとこれになります。最終的にはダイレクトドライブ、ただなかなかね、絶対これっていうわけじゃないし、まだまだやっぱ価格が高いんで、なかなか手出せないよねっていうユーザーの方も多いんで、エントリーモデル買って、とてもじゃないけど実車とかけ離れてるってやめていく方も多いんで、そこねすごいもったいないよねっていうのがあって、来年、このシマジックを含めて来年ね、僕らもオフラインイベントとか企画等々、今いろいろ動いてますので、そうですね、皆さんにもっと触っていただけるような企画もしてますから、そうですね、お楽しみに。はい。ダイレクトドライブハンコンって何よって話なんですけど、モーターから FFB そういうのが出力されてきて、ギアとかベルトでここについてるステアリングに伝達してくる力なんですが、ダイレクトドライブはもう軸にステアリングがつく構造になってます。 FFB の再現性、一番リアルに再現できるって言ったと思うんですが、 FFB ってちなみに何ですかっていうことあると思うんで、ちょっと簡単に説明しますと、4スピードバックの略で、路面からのこうガタガタガタっていう、こういう道を走ってるっていうガタガタっていうのと、あとはドリフトのカウンターですね。こうシューシューシューってドリフトするときってカウンターが実車切れてると思うんですけど、それと同じフィードバックなんで、それをモーターが再現してくれて、人間が動かさなくてもステアリングが動くという、そういう、機構のことを
フォースフィードバック FFB と言います。軸にそのままついてるんで、ステアリングが、パーツがね少ないんですよ。なんでこんなコンパクトなんですけど、強い FFB をステアリングから出しても壊れるね部品っていうのがないんですよね。ギア飛びだったりベルトがそうですね、ないですけど、はい、切れたりとかっていうのが絶対ないんで、あと熱問題とかもそうですよね。発熱しにくかったりもするっていうメリットもすごい大きい。耐久性もかなりあるんですよ。実車のようなフィードバックをしてくれるんで、プロドライバーさん結構うちでシミュレーターとかお問い合わせいただくんですが、やっぱりねダイレクトドライブ一択で進めてます。そのプロドライバーさん乗ってる車がいろんな車あるんで、それに合わせた車の挙動というかフィードバックをやっぱいろいろ設定できるんですよ。シマジックなんですけど、これはね海外から、日本に上陸したものとなりますが、デイリーショップさんが日本の正規販売店としてシマジックを持ってきていただいたんですよね。国内に入ってないだけで、これシマジック限らず、世界中見渡すと僕ら知ってる限りでもペダル、ハンコン、シフター、サイドブレーキ、これ皆さんが知らないだけでこれめちゃめちゃいいものたくさんあるんですよ。いっぱいあります。そうもう全部おすすめっていうやつだけでももう何十点も存在するんですよね。ただ、海外のこういうメーカー気になるんですけど、これ買ってレビューしてくれませんかって来るんだけど、ガヤとしては SIM のその布教活動だったり、日本で、もっと広めてもっと楽しんでもらいたい、あとはストリートやってる人がこっちに移行してもらいたいっていう活動もしてるじゃないですか。でそういうところで日本で売ってないものをいい加減な形ではやっぱレビューできないし、ユーザーの皆さんにお勧めできないんですよね。なんでうちはずっとしてこなかったんですよ。中には買って失敗したとか、仲介屋とかブローカーですよね。で手数料取ってる人たちも意外とね、日本人も多いんですよね、残念なことに。デイリーさんと、夏ぐらいから相談して、このメーカーどうでしょうってやり取りして、でシマジック今すごい注目を集めてるから、まずシマジックから行きましょうかっていうことで、ようやくこれ契約結んで、製品保証絶対で、まずサポートも絶対日本でできる体制整って入れてくださいってこれずっと言ってたんですよ。で修理サポートとかは今後ちゃんとシマジックの方に出向いて教育を受けて、国内でも修理サポートできるように今後していくと。だ今現状修理の場合は、多分数週間待ちで、メーカー側に送って修理って形になるんですけど、ただ安心してほしいのが全てデイリーショップさんが窓口なんで、買ったユーザーの方は全部デイリーさんと普通に日本語でやり取りしてデイリーさんの会社に送るだけっていう形になるので、これすごい安心、そうこれめっちゃ安心できるポイントだし、こういう企業が日本でね、海外のメーカー入れてくれる企業が増えないと、どうしてもまだニッチな層だから広まらないんですよ。そうですね、だから今後もね、ガヤファクトリーとしては、国内に入って国内でちゃんと企業が全てサポートしてくれる商品しかなかなか、紹介できないという形なんで、これはすごいありがたいことなんですよ。いやありがたいですよ。そうなんですよ。ちょっとここで朗報です。 VNM というメーカーとも契約結んで、来年からはもっともっと選択肢もペダルもそうですし、もうたくさん入ってきますから楽しみにしててください。そろそろハンコンちょっとね見ていきましょうか。そうですね、ちょっと細かく見ていきましょう。外見はですね、全てのカラーが黒に統一されています。ちょうどこのモーターカバーカーボン調になってます。取り付け位置からクイックリリースまで結構ね長いです。最大トルクは 10kN ということで、私たちが実際使っている同じようなところは CSLDD のブーストアップキット使用時で 8Nm なんで、それよりね 2Nm アップしている、シマジックとしてはエントリーモデルなんですけど、かなりねスペック高めです。で電源ユニットなんですが、使用できる電圧はこういう電源の 100V から 240V、 消費電力が 216W と、ダイレクトドライブのハンコンだと、このぐらい強い電力使うので、妥当かなというところですね。電源のプラグがつくんですが、これがコンセントに入るんですけど、これ完全海外用なんですよ。なんでこういう変換アダプターがついてきます。シマジックアルファミニ電源ボタンがないんですよ。でどこにあるかっていうと、こっち
電源のプラグコードにあるんですよね。これもともと背面の電源スイッチのハンコがね結構ね多いです。なんでこうプレイしてて電源を切るときにこういう動作がいらなくなるんですよね。手元に持ってきてれば手元でカチって電源切れますし、これ使い勝手いいかなと思うんですよ。差し込みがどのメーカーもね大体後ろになるんですけど、これ横なんですよ。パソコンに入力するための USB と、今さっき紹介した電源ユニットのプラグがこちらに刺さります。結構ね後ろってモニターだったりモニタースタンドとかにね、干渉する場合があるんで、これ結構ねおすすめですね。前から見る外見だと、コードが見えちゃうんですけど、こっちの方がね後ろに飛び出ないんで、後ろに設置できるものがね、多くなったりというか、ハンコン自体を結構下げられたりします。セーフって書いてあるんですが、オプションパーツなんですけど、緊急事態時に使える、キルスイッチですね。これを押すと、ダイレクトドライブの電源が切れてステアリングがフリーになって、要は FFB がフリーになります。手とか、巻き込むことはないと思うんですけど、そういう時に緊急的にこのボタンを押せば、ダイレクトドライブが切れると。でまた復旧するときはこういう風に復旧してやれば、通常に使えると。接続して使用できるハードウェアですね、それは PC のみになります。プレイステーションとか XBOX には一応対応していないっていう商品ですね。だからカジュアルなレースゲームっていうよりシミュレーター向けのやっぱ商品になると。PC の中では、F1 の年代シリーズ、ダートラリー、僕たちのよくするアセットコルサ、R ファクター、主要なゲーム認識しますし、もちろん制御するアプリの中にシマジックが用意した FFB の推奨設定もアプリケーションの中にいくつかのゲーム存在してます。いろんなゲームに対応して、すぐ使えるっていうことですね。でダイレクトドライブ設定がねいろいろできるっていう話なんですけど、設定ってねやっぱね難しい部分もあると思うんですよ。なのでガイアファクトリーが作成したセッティングブックですね。私たちが作ってるんで、もちろん日本語なんですけど、デリさんでシマジック購入者さんにこれね全て付属してます。ちょっと仮にプリントしてみたんですが、これ本当はね冊子で、ブック本みたいになってるんですけど、仮に印刷してみたんで、こんな感じなんですけど、チラ見せちょっとしてみますかねシマジックのねアプリケーションがあるんですけど、ガイアファクトリーが作った、グリップ、これだったらグリップセッティングなんですけど、それの解説とこれアプリケーションの画面を用いて説明してます。であとはアプリケーションが、日本語訳ではないので、それの項目の解説です。ここをいじったらどういう挙動になるよとかっていうのをね詳しくちょっと、自分まとめました。実写目線で見てどういう風に変わるか、味付けがねっていう風なブックなんで、めっちゃ貴重になるかもしれませんガイアファクトリーからですね、これからの SIM のあり方とか購入者様だけにメッセージがねずらって書いてあるんで、それ今ちょっと見せちゃうとありがたくなれないのかなって思うんですよ。だから控えますけど、アプリケーションの操作の内容っていうのも全部書かれてるんで、ちょっとレビュー動画では割愛しますが、これを見ていただければちょっとね難しい機種かもしれないですけど、購入してもらっても十分に使用ができるダイレクトドライブハンコンなのかなっていうふうに思ってます。でハンコンの取り付けです。よく取り付けするのがこの底面ですね。この4つの穴、これファナティックと一緒です。もうまるっきり一緒ですね。これビスの穴もビスの大きさも一緒だし、ピッチも一緒だし、ということはファナテックのダイレクトドライブが使用できるコックピットにはほぼ対応可能です。ほぼっていうのはファナテックよりちっちゃいんでないとは思うんですけど、僕たちが見てきたコックピットの中では、つかないようなものはないんですよね。前面のここにもね取り付ける穴4箇所ついてます。ちょうどよく TR120 用のねのブラケットがあるんですが、こういう風にここにボルトを入れてくっつけると。シミュレーターショップさんなんかはよく前面で固定していることが多い。側面はこういう風に角度が変更できるブラケットオプションパーツで出てます。これなんで角度変更必要なのかっていうと、角度変化ができないコックピットに対してまっすぐ出てくるものって、ステアリングってレースカーとかしかないじゃないですか。だいたい市販車ってこういうピッチがついてるんですよ。という時にこういう風にね、ここは扇状になってるんで、
一番上に固定すれば、例えばここ、一番下だったらここっていう風に角度が変更できます。シマジックアルファミニにはクイックリリースが搭載されてます。でシマジックには、いろんなハンドルが、オプションとして販売されてますので、例えばシマジック GT1 ハンドルですね。深円のタイプと D シェイプのタイプがあります。ガイアファクトリーに来たモデルはですね、これはほとんどバックスキンなんですが、違うグリップの種類もありますんで、用途に合わせて、選ぶ形ですね。GT1 のボタンはね共通です。押し込みのボタンとスイッチ、回転するボタンもありますね。でハンドル径は32パイです。一番いいサイズだと、ガイアファクトリーも思ってます。実車でも使われるハンドル径ですね。パドルシフトがついてるんですがマグネットです。こう音も静かでね高級感ありますね。カーボンパネルが使用されています。あとはフォーミュラタイプの GT4 ステアリングっていうのもあります。これかな、違う素材のグリップは。柔らかい質感でレザーじゃないんですけど、何なんだろう、これはウレタンですかねのグリップです。押し込みのボタンと4方向のスイッチ、さらには回転するスイッチもありますね。で向こうのボタンもこっちのボタンも文字が書いてあるところは光るんですよ。走行テストの時にちょっとね見てみてください。でもちろんパドルシフトマグネットで、クラッチボリュームのクラッチもついてますね。でシマジックはボタンとハンドルの接続がワイヤレスです。ここに接触端子が両方ともついてるんですけど、これは電源なんですね。ワイヤレスユニットがこことここでの通信なんでかなり近いです。なんで接続切れとかもすごい起こしづらいようになってます。商品の、購入内容になるんですが、シマジックの、ダイレクトドライブハンコンにはこういうクイックリリースですね、この後ろについてるやつと一緒ですね。これが一応セットでつきます。クイックリリースだけじゃプレイできないんですかっていう形なんですが、このステアリングの取り付けするボルトの穴あるじゃないですか。ここがモモと一緒なんですよ。僕じゃないですよモモステと一緒だから、例えばねモモタイプの車外ハンドルだったらもうこのまま付けられちゃうんですよね。ホーンボタンも付けられる奥行きだな。ボタンがいらない人はダイレクトドライブハンコンのユニットのみでもそのままねすぐプレイできるということです。クイックリリースね、ちょっとこの状態ではめてみますね。ちょっとロゴをずらして押し込んで正面に回転させるだけです。これねすごいんですよ、これ合成。走行テストで、その合成もちょっと説明するので、後で詳しく。でこれ実車とね構造一緒なんですよ。だから強度や、ガタつきとかもないし、ボールが中にガチッと噛み込むタイプのクイックリリースになってますね。一応この単体でも使用できるんですけど、デイリーさん曰くですね、販売時にはステアリングとハンコンユニットのセット販売もするらしいんですよ。それがねすっごいお得な金額になるみたいです。単品購入するよりは。こっちはねボタンついてますからね。しかもボタンついててクイックリリース一緒だから、ちょっと説明しましょうか。これこういうボタンのねオプションパーツも売ってるんですけど、この穴もねモモなんですよ。なんでクイックリリース、ボタンユニット、車外ステアリングで、長いビスですね、40ミリぐらいですかね、40ミリぐらいでステアリングをかませて接続すれば、普通の車外ステアリングにボタンがついちゃうってことなんですよ。うちがよく使うディープコーンってもうこのままこういう風に立ち上がっちゃうから、ここ干渉しないじゃないですか。フラットタイプでもほらだいたいこういう形状のフラットハンドルだったら干渉しません。こんな感じです。売り方っていうのがまだちょっと決まってないのと、実際にデイリーショップさんの方の公式オンラインショップの方をちょっと出向いてもらって、値段を見てもらって、セット内容も見てもらってちょっと判断してみてください。今さっきの説明でどういう使い方ができるっていうのは分かったと思います。あとはですね、ちょっと奥に見えますよ、ペダルとこれシーケンシャルシフターね。ちょっとね後で説明するんで今回はちょっとレビューしないんですけど、こういう商品もちょっとシマジックあります。ペダルもすごいんですよ。売られるオプションパーツとしてハブですね、 USB ハブ。機器多くなるんで1個にまとめるって形です。 3.0 ですね。であとはこれですよ。これは何かっていうと書いてありますね、ロジテック。ロジクールロジテックのシフターペダルを
USB に変換して接続できるアダプターも売ってます。これ今気づいたんですけど、スラストマスターの接続端子なんですよ。スラストマスターは単品で USB で接続できる機器も多いんですが、もともとついてくる付属のペダルっていうのはこのねピンのタイプが多いです。 USB のケーブルついてないんですよ。なんでここに挿して USB 化するっていうことですね。シマジックなんでこういう商品売るかっていうと、結局ねハンコンステップアップするときって、ペダルシフター、全部ステップアップすればいい話なんですけど、結構金額がかかるんで、まずハンコンだけってなった時にロジテックロジクールのシフターペダルって USB 接続が単体でできないんですよ。だから、全部揃えなきゃいけないってなっちゃうんですけど、それができるようにこういうアダプターあるんですよ。でそれができるとハンコンだけステップアップすればいいので、とりあえずステアリングはいいものを使ってみる。でもシフターと、ペダルはそのままロジテックロジクールのものを使って、ハンドル以外は同じ環境でプレイできるっていうことをこれね、このオプションパーツでできたりとか、今さっきちょっと文章で説明したんですけど、デリーさんのサポートを受けるときにシリアルコードっていうのが必要です。シリアルコード、今ちょっとこれはテスト品なのでついてないんですけど、どこかにですねシリアルコードが記載されて、デリーさんが自社の商品って判断した場合はサポートを受けられるっていう形になってます。じゃあそろそろじゃあ走行テスト行ってみましょうか。最初はねドリフトでも行ってみましょう。はい、じゃあ通りに来ました。ドリフトテストですね。で、はい、今の FFB セッティングはこれ今さっきも言ったようにガイファクトリーがですねテストと研究重ねて、セッティングブックっていうのを作りました。それのドリフトセッティングをマジックアルファミニに設定してます。味付け的には最近プロドライバーさんと日々ね研究とかテストとかしてるんですが、それのこうバックも踏まえて実写寄りなねセッティングにしてます。じゃあねちょっと走ってみましょう。シートベルトするんだ。いやしますよ。やっぱりねこういう細かいところがリアルに近づいていくんですFFB セッティングしたんですけど、実車感例えば停車中とかちょっと軽くなってグイッて、ゴムのグリップで重たくなるような、そういうね FFB の設定項目もあったりしてめちゃめちゃ面白いです。シマジック路面からのフィードバックっていうのもかなり実写っぽいんでね、ちょっとやってみますよ。ハイスペックなダイレクトドライブってこうプル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 したじゃないですか。する。それが例えばこういうところでプッと切ってこんな感じなんですよね。ちゃんと戻ると。すごいすごいすごい。今までなかったね。なるみたいな感じにはしてないので、そこのねこうフラフラ感をうちのセッティングで減衰すると。手放しでも結構揺れないんだね。そうですね。市販車の設定っていうのが結構出せるんですよ。レースカーだとね揺らしてもいいかもしれないんですけど、ちょっと走ってみましょうか。ちょっとセルフ見てみてください。結構ねそんなにぐる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 回るようなセッティングにはしてないです。結構実車のような、回り方をする、なんていうんですか、すごいマイルドっていうか、それいつもと同じぐらいのステアリングの重さぐらいまで設定してる？重たいというよりはそうですね、重すぎずっていう感じのセッティングにはしてます。パワーステみたいな感じですね。結構ねマイルドっていうかこうダイレクトすぎるんですよ。ダイレクトドライブなんですけど、結構そのこう市販車みたいなマイルドな設定が今までねあんま出づらかったところがあるんで、シマジックさんのアプリケーション、ガヤセッティングブックを見てもらってマイルドにね設定できる場所がねあったんですよね。項目でね。そこのそこの数値をちょっと戻してたりとかいろいろやってみたら、すごいシャンシャンみたいな設定出るじゃんと思って。これ今までうちが触ってきた、ロジクールからスラストマスター、ファナテック、シムキューブって踏まえるとこれ初めてじゃない？このガタガタ感ないっていうのは。セッティング次第でこれになっちゃうんですごいですからね。味付けとかがやっぱ若干違ったりとかと設定項目も違うもんね。それが一番の大きな違いなのかな。これは、市販車寄りな、マイルドな設定というか、自分たちが実車だと思ってる設定で、今ドライブしました。じゃあ次はですね
シマジックアルファミニの性能をちょっと引き出して過剰なところなんですけど、はい、まあ、アプリケーションでねちょっとじゃあ、強い設定にしてかなりぐる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 ハンドル回しちゃおうっていうところです、まあユーザーの方がねこの動画見た時に競技車両とかハイパワー車両の時セルフ追いつかなくないっていうの気になるとこなんで、どこまでマックスでセルフ当てられるかっていう検証ですよね。ゲーム内というかコース内に入った状態でアプリ操作できんの？そうっすよ。ああ、そっか。そうっすね。俺これセットアップしてる時知らなかったからそうっすね。まあこれが最大の設定なんで現実的なセルフステアよりかなり速くなっちゃってると思うんですけど、まあこのぐらいのセルフステアも再現できるっていう体でちょっと見てみてもらえれば、まあいわゆるそこがハンコンのマックスパワーってことだもんね。そうですね。まあもう、まあ、運転はできますけど、とにかく速いし強いしみたいな感じですね。だから競技者なんかはピーキーですから、まあこういうよいしょ重いカウンターステアの方がまあ乗りやすい、まあ車もあったりしますからね。こんだけね、力がかかってしかもこの速さがあってこのブレない、このクイックリリースこれすごい前後のね揺れがねないっていうのがやっぱ抑え込んだハンドル操作もできるんですよ実車のように。あとはまあFFB のセッティングをしていく中でそういうガタとかブレっていうのが多分かなり大きく影響してると思うんですよ。それこそこれアセットコルサで、最近足回りとかエンジン結構触れるユーザーもちょっとずつ増えてきたじゃない？そうですね。これ車両作りも楽しくなるよね。これだけ正確なセッティング出るなら、楽しいですよ。もう本当にうちの、セッティングブックですか、あれ見てもらってまあここの項目変わるとこれがね変わりますよとかっていう説明がされてるんで、まあそれを見ながら本当に自分のね乗ってた車に合わせたような挙動作り、まあハンドルの FFB 作りっていうのが正確にできるクイックリリースなんじゃないかなって思います。これはすごく精度高いですね。やっぱりこれはもうクイックリリースが相当肝なんだね。じゃあいやー肝ですね。こんなに肝だとはね思わなかったんで島軸でね気づかされました。まあ以前ハンドルをねいいものに変えただけでもすごいセッティング変わったからでやっぱそうですね。やっぱ違うよね。そこって大事なんだね相当ね。じゃあちょっとねグリップ設定、グリップ設定で結構ノイズーになるんですけどそこら辺もねちょっとやっていきましょう。さあじゃあグリップではですね、いつものニュルブルクリンクで、路面が荒れててね結構 FFB も強いので、フィードバックしてくるものがちょっとここでテストしましょう。で車両はガヤのセッティングブックでセッティングした BMW ですね。で、テストもちょっとお見せしようかなと。コースに入って今ドリフトセッティングになってるんでこれをグリッププリセット読みね一発でねポンと変えられるんで、このついてるボタンで、アプリケーション関係なくセットアップっていうのはできないんだ。そうですね。ついてるボタンでのセットアップはできないようです。なるほどね。ってことはこれ純正のクイックリリースに直接実車ハンドルつけてボタン一切なしの人と、変わらないってことなんだね。これもですね味付けは市販車のような味付けにしてます。これもハンドルドリフトの時と一緒で、左右にガタ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 ってそれこそしっかり握ってないとブレるっていう感じはないんだ。まずないですね。いやこれ今までなかった。すごいこの時点で左右にさ戻り方は実写っぽい揺れるからさ今までもう手放しなんかしようもんならさ本当に指怪我するような感じだったじゃん。そうですね。やっぱりねフラフラ感っていうのが出ちゃってたんですよね。ハイパワーな、ダイレクトドライブっていうのはそれを、減衰させられるようなアプリケーションの項目っていうのがシマジックにはついてるので、そこら辺でガヤの、セッティングブックにも載ってますんでね購入者はぜひ見てもらって自分好みのセッティングにしていただくっていう、これは今までになかったセッティングですね。今走行してて
もう実車と一緒いやなんですごい楽いやなんですよ。本当にこの車もね相当難しい挙動をしてるんだけど、だからこそうちもいつも練習機で使ってるんだけど、めちゃめちゃこんな楽に操作してるの初めて見たわ。いやーやっぱね市販車って高速ですっ飛ばしてでもこうはならんじゃないですか。ならないね。なんでしょう。だってこういける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 だって1キロとかでねいける。これなかったわ。これちょっと感動。そうこれいいですよ。やっぱりね市販車ベースのなんか車に乗ってるなっていう感覚があるからマイルドなんだけどマイルドすぎないんです。ちゃんとね縁石乗ればねガタッときますから。ほらわかんないか。いやわかるわかる。このガタっていうのはこのちょっとなるねってなってるのはちゃんと FFV だからちゃんとキックバックとかもちゃんと再現されてるけどセンターがガタつかないっていうのがすごい。そうですねマイルドだしタイトなコーナーで低いギアの時にリアが流れるんですよ、そうするとほらちゃんとカウンターも追いついてくれるしインに切り込んでってケツが出るなっていう時にふってねこう FFB が反発してた FFB がカウンター方向にスルッて抜けるんですよ。より実写っぽいね。やばいもうタイヤの、リアが滑ってるから修正入れようっていう形になるんでやばいってこうもう修正入るんで、それもやっぱ実写に忠実だからちゃんとコントロールできて、簡単にできるシミュレーターも楽しいと、素晴らしいですよ。モーターパワーの違い、うちが結局決断したところって例えば8ニュートンだろうが、35ニュートンだろうがマックス使わないじゃんって思うユーザーさんすごい多いじゃん。実際25ニュートンの DD2 でさえいやマックスで走ることないじゃん、せいぜい 30% とか 40% でセッティングしてたじゃんうちも。じゃあその違いってなった時に FFB 大きい FFB とちっちゃい FFB を常に最大限、表現してくれるからより大きい方がモーターパワーに余裕があるからそれが再現できるよ表現してくれるよっていう決断に至ったじゃん。ってことはこれ10ニュートンだからさ、例えば大きい、CSLDD でもあったけど、こうやってグリップ走ってる時に大きい表現された時に小さいのなくなるっていうかあったじゃん。モーターパワーが小さいと。ありますね。これはありましたね。これもやっぱ似てる。そうですね。ちょっとあの時のテスト車両とはちょっと車両違うんで、ちょっと車両そのテスト車両にしますか。そうですねぜひ。でですねせっかく GT3 ですからちょっとハンドルもねフォーミュラリム紹介したと思うんですけどちょっと付け替えます、付け替えも簡単ですね。パチッと抜いて、フォーミュラリム持ってきて差し込んでちょっと回すだけ。もうパチッて言ったらもうこれで。いやこれはいいね今までの中で一番楽なクイックリリースだよね。GT3 のセッティングっていうのはガイでは出してないんですよ、なんでシマジックの推奨設定でプレイしています、このプリセットはもともと中に入ってるんで選択すればそのプリセットになりますから。さあじゃあ中に入ってきました。もうなんか振動がすごいな。過剰な表現かもしれないですけど、やっぱりこれもシミュレーターでは大事なのかなっていう感じはしますね。すげえな、こんなにノイズーなんだ。GT3 なんでレーシンググローブは必須ですよ。めったに使わないけどねいや最近ちょっこれは危険じゃんちょっと待って、それさこれ推奨設定よ。それさちょっと待ってDD1 並みじゃね。いやこれあるな。これ10キロ本当に。ちょっと待ってこれミニだよなこれ。これ多分手離したらやばい。ちょっと話してみてよ。本当にちょっと話してみてよ。やばい普通に曲がった時の重さってその反発ってもう CSLDD
じゃないよね。いやこれ2キロこれ 2キロ上がっただけでこんななる。2キロって2ニュートン、そういやならんよ。まあ今のところですね原因 100% なんでさすがにその高トルクな DD のような細かさはちょっとねかけるかなっていうぐらい。まあそこはさすがにちょっとかけるかなってぐらいだけど、この強さはすごい。トレーニングレベルだよね、それ。いやいや、でこのそうですね、もうトレーニングだから実写超えちゃってるっすよね、強さは。こんな曲がらないはずないんで。持った感じっていうかさ、コーナー中のその力加減っていうのどう ?DD1 と比較してどれぐらい？ DD1 のマックスもやってるじゃん。曲がってることに対しての反発に全部かき消されちゃってるんで。細かいその路面の凹凸っていうのは若干失われてるんだ。そうですね、 FFB が随時かかってない場所ではこういうふうにまっすぐってほとんどないもんね。そうですね、来るんですけど、もうこうやって路面の反発がある時にはやっぱかき消されちゃってますね。まあ使わんすけどね、ここは。これを例えばだからセッティングで、うちでもちょっと言ってますけど、味付け変更していただければ、もうちょっとね原因を下げてやれば反発出てくるようになりますから、まあ簡単なんでちょっと下げてみますか。モーターそのものの持ってる、余力っていうの、容量っていうの、それはやっぱり違いがあるんだね。ありますね。まあ来週もね、これさらにこの一つ上のスペックのアルファっていうのをねテストしますからね、ちょっと楽しみだね、やっぱね、そういう意味では。そうっすね。出てきましたね。下側もちゃんとある。そうですね、コーナリング中の、例えば、ここでこういうふうに縁石踏んだら何も感触なかったんですけど、今はちゃんとありますね。ある程度出てくるんですけど、結構 GT3 にからしたら結構軽いかなと思うんですよ。でこれ以上重たくすると消えるんで、やっぱりそれはモーターパワーの少なさっていうところにやっぱ出てくるんだね。出てくるですね。市販車向けですね。シミュレーション的には。やったじゃないですか、富士スピードウェイでプロがGT3 ドライバーが乗ってたシミュレーター乗らしてもらった。あの重さまでいくとやっぱり再現できないと思う。あれ確か DD1 か2だったよね。あれ2っすね。2で、2か、あれ2なんだ。そうですね。うちのような、ストリートでワイワイやりたいというところではミニ十分じゃないかなと思いますね。そうだね、それは言えてる。ユニットだけだったら10万切ってるから、そういった意味ではメーカーもかなり頑張ったんじゃないかなと。そうですね。市販車設定でセンターがぶれないっていうのにはちょっと驚愕だったね。セッティング次第ですけどね。そこら辺はほらうちが頑張らせてもらったんで、1ヶ月ぐらいかな、結構かかったよね。そうっすね。やっぱりこの、新しいメーカーっていうのもあって結構念入りにやってました。あとはうちがそのセッティングブックっていうのを初めて作るんで、ブログとかにもいろいろやってたっすけど、やっぱりこうね、製品、うちが一番最初に製品を入れて、皆さんにお届けするってことは責任問題ですからね。そうなんですよ。なんていうんですかね、セッティング難しいって人もいるし、そんなメーカーが最初から設定しろよって人もいると思うんですけど、そうっすね。ここのねシミュレーターっていうのはそこも楽しみであるし、それができないとシミュレーターじゃないんですよ。もちろんそれはおっしゃる通り。やっぱそこはカジュアルなレースゲームを、コンシューマー機 PS4、やプレイステーション XBOX で皆さん体験してもらって、ステップアップとしてうちらがやってるシミュレーター、本格ですよね、もう言っちゃえば。こんな形で、テスト終了いたしました。どうですかね、今さっき見てて。いやー、思った以上に実写みたいにさカタログ数値では表せないなんか凄さというか、出てきたかもしれない。出てきた。このパワーでもそれこそ市販車ドリフトっていうユーザーだったらもう本当に十分かなっていう感じ。マジック
今のところは、アルファミニっていうのと、あとはアルファっていうのがあるんですよね。はい、アルファミニ、今回レビューしましたが、シマジックアルファですね。ミニがつかない方のアルファもレビュー予定です。はい、こっちがね、15ニュートンかな。はい。ミニとの比較がメインになると思うんで、そうですね。はい、ぜひお楽しみにということで。はい。ハンコンユニット単体ももちろん購入できます。だからこれが一番安い購入方法で、はい、クイックリリース最初からついてきて94,800円でね。はい。でハンドルとのセット GT1 と GT4、フォーミュラータイプと、D シェイプタイプと、マルステアリングですね、通常の。これセットだと僕らもまだギリギリまで知らされてないんでちょっとあれなんですけど、割引されてるみたいです。1万円以上ね安くなるみたいなんですよ。だからボタンも欲しいし別に実写ハンドル持ってないよっていう人はセットで買った方が全然安いみたいです。いいですね。はい、だから単品で両方別々で買うよりはセットで買った方が安いということになります。で、その辺はねこの動画が出た時とほぼ同時ぐらいに商品ページがアップされて購入できる、もしくは最初なんか限定予約販売になるかもしれないらしいんですよね。なるほど。はい。で、期間限定で割引もされるそうです。でさらに、いつも通りガヤクーポンもまたいつものガヤクーポンを適用していただけるそうなので、そこそこ安く買えるんじゃないかなと。デイリー公式オンラインショップで使えるガヤファクトリーのガヤクーポンと、シマジックの製品の商品ページは概要欄の方にリンク、記載しております。はい。ぜひちょっと見ていってください。その他にもですね、今回まだレビューしてないんですが、こういうシフターもありますね。シーケンシャルですよ。でね、結構硬いんですよねこれ。こんなリアルなシフター、ボタンもついてるし、しかもインジゲーターもね、見えるかな、表示されるものなんですが、僕らのレビューが多分31日に、アルファとセットでレビューすることになるかなと思います。はい。でもう一つが大物控えてるんですよね。これですね。これです。でこのペダルも24日販売開始されるんですが、エイリーさんを通してシマジックのメーカー側とやり取りをしてドリフトオプションっていうのを今開発中なんですよ。どっちかって言ったら GT カーとかフォーミュラー向きのペダルなんですよねこれもともと。でせっかくトラックレーサーも吊り下げ式出してくれたからこれ簡単に吊り下げ式にもできるんで、めちゃめちゃいいポジションにはなるんだけどちょっと硬いんだよね。市販車っぽくないというかドリ車に不適合というか、でそれをメーカーに強く言ったら、じゃあ開発しましょうと。ですでに買われてるお客さんがいるんで、じゃあオプション品として出そうっていうことになったので、このオプション品が、完成したらペダルの方は細かくレビューします。でこれね触りだけこれで、面白いことに全部ロードセルなんですよね。すごいっすよ。クラッチもアクセルもロードセルはねちょっと初めてだよねこれね。全部ロードセルだし、実写やってた人はねもうこれ絶対目いってると思うんですけど、ブレーキのオイルね。マスターシリンダーとこれ一緒っすからそうデフォルトが100キロになってるんですけど、ロードセルブレーキの方ですね。200キロのロードセルに交換できるオプション品も出てるんで、より硬いのが好きな人たちはね、フォーミュラーとかやってる人たちは多分200キロのオプションを使うことになるんじゃないかなと思います。さらに2つちょっと触りだけ出してもらいましょう。知らない、怒られるかもしれないけど出しちゃおう。出しました。これ VNM っていうメーカーさんなんですが、これもデイリーさん、代理店契約結んだらしいです。でこれが H パターンとシーケンシャルを、組み替えできる、シフターですね。そうですね、今のところはちょっとシーケンシャルのモードになってますが、上の蓋変えると H パターンになるんでね。H パターンになります。ロードセルタイプのサイドブレーキ、一応プロトタイプっていう形でお預かりしてたんですが、ガヤ的に触った時にちょっといろいろともったいない部分とか実写らしくない部分がいくつかあったんで、これ VNM またデイリーさん通して
お話ししたところはい快く改良してくれるということで、これがね年末ギリギリまでに新しいプロトタイプ届くんですよ、はい、横引きも縦引きもできて、なおかつ硬さももちろん変えれるっていうので、これがねちょっとねまだ開発途中で、プロトタイプも何度かやり取りしなきゃいけないんで、多分2月ぐらいの発売になるんじゃないかなと、はい、でその時にシフターも合わせて、公式オンラインで発売で、またガヤファクトリーで、細かいレビューさせてもらって発売という形になると思うので、はい、レビューします。はい、でこれが揃うことによって H パターンもあるし、シーケンシャルもあるし、ロードセルのサイドブレーキもようやく第1弾目が来たんで、もうね、はい、デイリーさんでねモニターとパソコン以外全部揃っちゃうんですよ。そうなんですよ。で僕が本当に怒られるかもしれないけど言っていいのはここまでで、まだまだねいろいろ来るらしいんで来年めっちゃ楽しみですよ。次のねお楽しみにしておきましょうか、はい、そうですね。アルファもねレビューしますから、はいはい、まあその時にまたね新しい情報出るかもしれないんで、そうですね、まあ、皆さん最後まで見てもらうとね、うちで最後にこういう情報出るからそうぜひね最後まで見てもらって、はい、プレゼント企画の詳細ですね。今回は24日から31日まで、はい、で31日のまた9時頃、発表ということで、まあお年玉企画なので、はい、これね前回のトラックレーサーの時に、まあきっとツイッターだけを見て応募したんだろうなみたいな人も結構いらっしゃったんで、今回はハッシュタグシマジックが欲しい、これを、リプ欄、コメントとかですね、ツイッターのいつものように必ずハッシュタグつけた上で何かまあちょっと一文いただければ、なんかこんなん使ってるから欲しいとか、これから揃えるんでぜひ欲しいみたいなのを付け加えた上で必ずハッシュタグ、これが応募条件で、あとはリツイートですね、いつものようにぜひしていただいて、で、今回正月が挟むんで、当選してから発送されるまでは多分1週間ぐらいちょっと間があると思いますが、ご理解お願いします。はい、よろしくお願いします。まだまだ来年も、定期的に、皆さんにねプレゼント企画できればなと思って、動いてますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、お見逃しのないようによろしくお願いします。まあガイファクトリーはですね、まあ他にシミュレーターで、リアルなまあ当時のストリートのような動画をですね、まあたくさん、公開してます。まあその中で結構ねシミュレーターの、お問い合わせかなり多いです。なんでシミュレーターの、製品なんですが、ゲーム周辺機器っていう再生リストにまとめてるんで、わからない方とか気になった方はそちらちょっと見てもらえれば、シミュレーター製品よくわかりますから。そうですね、はい、ぜひ見てくださいと。はい、まあそんな形ですね。はい、じゃあまあ次は、アルファのレビューということで。そうですね。それではガイアファクトリーでした。